皆さんおはようございます。今日はもうワルシャワに帰るのですが、帰る前にこのトルインの旧市街の周りも散歩したいと思います。トルインは本当古い町で、旧市街だけじゃなくてその周りも結構面白いものがいっぱいあります。ではこの周りを散歩して今日は帰ります。では行きましょう。出かける前にこれを見てください。ここに3つの C と M と B がありますね。これはカツペル、メルヒョル・バルダザーという言って、この3人の王様のことを東方の三賢人と日本語で言います。で、これは一体誰かというと、イエス・キリスト様が昔生まれた時に遠い国から3人の王様がやってきたんですね。キリスト様に会いに。ポーランドは1月7日にシュベンタ・シャフクルリっていう祝い日があって、その日にこのドアにこの3人の王様のイニシャルを書くんですね。昔からのポーランドの伝統で、こうやってドアにこうやってイニシャルを書くことによって、この家はカトリックの家庭だと知らせるためにあるんです。トルインで一番面白いのは、昔プロイセンの土地だったから、そのプロイセンの跡が残っているんですね。ここにお墓があるんですが、見ますか？これです。これは昔からここにあったお墓で、この前の墓石、これがプロイセン人のお墓です。正式に言うとプロイセン兵ですね。これは兵隊のお墓です。で、この奥からもうポーランド人の墓が始まります。このトルインの周り、この土地はもう昔からポーランドのものだったり、プロイセンのものだったり、国境が動くんですね。そのため、この建物も面白いんです。ここのトルインはもう独特な建物がいっぱいあって、それは全部西ヨーロッパのドイツとか、プロイセンの建物なんですね。建築が全く違うんです。ポーランドと違って。ここはもうポーランド人の墓ですね。この十字架は。この白い建物は市役所です。トルインの旗は白と青で、この右側が白と青ですね。真ん中が白と赤、これがポーランドの国旗と、隣が EU の国旗です。
の向こうに見えるのが前回話した刑務所です。そしてこれが裁判所です。ようやく到着しました。これをザメクディブフと言いまして、ディブフ城ですね。その跡地です。その瓦礫です。中に入ることはできませんが、昔このビスワ川が十字軍の国とポーランドの国境だったんですね。昔この、ドイツ十字軍の国がこの川の向こうで、ここがもうポーランドだったんですね。でこのビサワ川がちょうど国境で、そのためポーランドはこういう城を建てたんです。この城はこの税関だったんですね。で国境を渡るときに必ずこのお城に入って、ここで検査を受けるんですね。それだけじゃなくて、ポーランドもこのポーランドは強いんだとドイツに見せつけるためにこの城を建てたとも言われています。扉開いてますね。入っちゃおう。立派です。こうなっています。壁に穴が開いて中の廊下が見えます。これです。見えます？ここすごいな。ここはいいですよね。綺麗なお城があって、その反対側はこの街の景色。夜は本当に綺麗ですよね。そしてトイレ。いいですよね。犬の散歩もできて、観光もできて、一石二鳥です。もう夜の景色も綺麗だと思うんですが、でも夜この橋を渡って、この橋の下をくぐって、でこんな明かりもないところを渡って、怖いですね。あと中に誰もいないお城もあって、でもこうやって昼間とか朝来るのはいいでしょうね。
サ川ってもうすごい気まぐれな川なんですよ。もうこの川って溢れたり枯れたり川の流れを変えたりするんです。昔トレンができる前ってここからだいたい8キロぐらい離れたところとか向こうですね、そこにちっちゃな、トルンがあったんですが、このビサ川のせいで流されてしまったのですね。そして、この場所に移ったんです。それが1230年代ですね。これから旧市街に入ります。旧市街にいるからついでにここのお土産店に入ります。僕はこのトルインの名物のピェルニクのお酒を買いました。これでだいたい15ゾーチだから、日本円でいうと500円ぐらいですかね。500円かな。ピェルニクというのは、ここのお菓子です。ジンジャーブレッドとも言いますね、英語で。ポーランドのスーパーマーケットとかに行ってこのバーコードがあるじゃないですか。で、59から始まるものが実はポーランドで作られているものなんです。もしポーランドに来てスーパーマーケットに行くことがあったらぜひ見てください。前回このトルンというのは要塞とか城壁に囲まれていると言ったじゃないですか。トルンはこの城壁とかをうまく利用しているんです。これは店とか小さな会社ですね。今日は日曜日だから全部閉まってるのですが、頑丈な扉ですね。これもそうです。結構頑丈だからこの町の泥棒さんは本当に大変です。トルンでもう一つ独特なのは日本語で木構造という建物です。これは森林が多い西ヨーロッパでよく見られます。やっぱりこのトルンは大体18世紀からずっともっと前か。このトルンっていうのはやっぱりドイツの町でつい最近までプロイセンの土地だったんですね。だからこういった建物が多いんです。で、これはどういう仕組みかというと、まず最初に軸組みといってこの柱を立てるんですね。で、その後この柱の間にこうやってレンガを積むんです。そのためすごく頑丈にできてるんですね。場合によってはこの石膏とか、コンクリートでまた塗るんですね。固めるんです。よく今でもこういったこれは違うか、こういった白い建物、こういった建物も石膏を削るとこの軸組みが出てくるんです。で、あともう一つ面白いのは、よく見るとたまにドイツ語の文字があるんですね。例えばここはメフイルスズ
どういうことか分かんないですね。要するにこうやってたまにドイツ語が書いてあったりするんです。これも戦争前の残りですね。どうでしたか？見せたいものは他にもいっぱいあるんですが、もうそろそろ帰る時間になるので、今日はこれでおしまいにします。ではこれからはシャワーに帰るので、また会いましょう。